ダダーン N 子だよ。ネットは広大だわ。皆さん、広角機動隊って知ってますか？実は最近、広角機動隊 SAC2045 を見たんですけど、これは事前知識を伝えた方がより見やすいかなと思ったんですよね。そんな時にちょうど未見の人や広角のことなら何でも知りたいっていう人向けに紹介していきたいと思います。それではネットの海にダイブ。まずは広角機動隊についてざっくり紹介していきます。原作は1989年に四郎正宗さんによって発表されたコミック広角機動隊ザ・ゴースト・イン・ダ・シェルを起源としています。その後コミックを元にアニメーションやハリウッド実写映画などさまざまな作品群が展開され、その先鋭的かつ圧倒的な世界観とビジュアル表現により全世界のクリエイターに影響を与えてきた近未来 SF の金字塔的作品。そして今回ご紹介する広角機動隊 SAC2045 は広角機動隊 SAC シリーズの神山健二監督とアップルシードシリーズの荒牧伸二監督が共同監督としてタッグを組んだ作品。制作も広角機動隊シリーズのアニメを手掛けてきたプロダクション IG と数々の 3D 作品を手掛けてきた空デジタルアーツがアニメ制作を担当し、今回シリーズ初のフル 3DCG モーションキャプチャー技術も導入しました。もうすでに情報の波に飲まれそうなんですけど、続いてストーリーの紹介もしますね。舞台は西暦2045年、主人公である草薙素子が所属していた公安休暇はすでに解散され、かなりの時が過ぎていました。世界は数年前に起きた世界同時金融デフォルトによりグローバル規模の混乱が発生し、世界中が内戦と暴動の時代になっていました。そんな中、大きな混乱の引き金ともなった世界四大パワーによるサステイナブル・ウォーと呼ばれる奇妙な均衡状態。その裏にあるいくつもの事件や陰謀、そして未知なる脅威。日本を飛び出しアメリカで傭兵として活動していた素子たちは再び公安休暇の名のもとに集まり、世界崩壊をもたらした事件へと巻き込まれていきます。というのが今回の広角機動隊 SAC2045 についてのお話になります。と、その前に主人公である草薙素子と公安休暇について簡単に紹介しますね。まずは主人公草薙素子の紹介から。全身を擬態化した女性型サイボーグで解散した公安休暇の現場指揮官。性格は冷静沈着で指揮官としては優秀な判断力や統率力を持ちます。身体能力もとても高く、さらに超ウィザード級のハッカースキルも持っています。もともと軍隊に所属していたこともあり、少佐と隊員などからは呼ばれています。広角機動隊 SAC2045 の世界では、公安休暇を去った後、傭兵部隊を率いて活動中です。草薙素子さんは本当にかっこいい、理想の女性っていう感じがしますね。こんな方が指揮官だったら私も全力でついていきます。続いては公安休暇について。日本の内務省公安部に設置された総理直属の独立部隊、少数精鋭の実力部隊で電脳犯罪、テロ、暗殺などの目を事前に潰すために活動していました。荒牧大輔をトップに草薙素子が隊長を務めていました。広角機動隊 SAC2045 の世界では一度解散されましたが、総理の密命により元トップである荒牧が公安休暇を再編しました。さすが公安休暇メンバーですね。皆さんすごく強そうです。そんな中にも注目してほしいのは
このタチコマっていうロボットなんですけど、ダンディーな強そうな方々の中に可愛らしいペット的な存在、マスコット的な存在として登場するタチコマがすごく可愛いんですよね。という感じですごく簡単にあらすじとキャラクターを紹介しましたが、初見だといろいろわからない単語とかも出てきたので、次のコーナーでは資料を見ながら知っていこうと思います。ここからは資料を見ながら広角機動隊 SAC-2045 についてさらに調べていきます。まず一つ目は広角機動隊 SAC-2045 の企画の立ち上がりのきっかけは、まず最初に気になるのはここですよね。いろんなシリーズが作られてきたんですけど、どういうきっかけで本作が生まれたか気になりますよね。ってことで早速読んでみますと、今回の共同監督荒牧さんがプロダクション IG の石川社長にフル CG で広角機動隊を作りませんかと映画祭でお隣の席になった時お話ししたのが最初みたいです。そこで石川社長に監督はと聞かれた荒牧さんが同じく今作の共同監督である神山さんのお名前を出して、その後にお二人で共同監督されたって感じですね。ちょっとしたご飯の席で企画が決まることもあるって聞いたこともありますし、まさにアニメ業界ならではなきっかけだなと思います。続いてはこちら。サステイナブルウォーってどういう意味？ストーリー紹介でも出てきた用語ですね。どういう戦争なんでしょうか？調べてみます。サステイナブルウォーは米帝、中国、ロシア、ヨーロッパ連合のグレート4が各々の利益を目指して生み出した産業としての戦争。この戦争は全世界同時の金融デフォルトを引き起こし、紙幣を紙くずにし、電子マネーを消失させました。これをきっかけに世界各地で内戦と暴動が起きる時代に突入しました。こんなの世界大戦じゃないですか。お金の価値ももうなくなってますし、世界は混乱の渦に巻き込まれますね。なかなか大変な時代というのが分かったところで、お次はこちら。ポストヒューマンってどういう意味？これも本作では大事なキーワードの一つみたいなので、早速調べてみます。ポストヒューマンは原因不明の高熱の後に超人的な体力と思考能力を持って生まれ変わった人間たちのことらしいです。目的は不明ながら社会転覆につながる行動をとるため、公安休暇の前に立ちはだかる新たな敵となります。すごく強そうです。そして敵なんですね。どういう感じで本編に絡んでくるのか気になりますね。最後はこちら。広角機動隊 SAC-2045 のテーマは？作品のテーマって大事ですよね。テーマを知っていると作品の見え方も変わってきますよね。では荒牧監督、神山監督が語るテーマを調べていきます。まずは荒牧監督のコメントから。一歩先みたいに思われがちな電脳化にはマイナスの部分もある。電脳化の延長上に何があるのか。次に神山監督のコメントです。僕は社会と個人、社会における正義をずっと描いてきていて、今回も今の時代における正義ってかな。テーマはあまり具体的に描かずに、主人公たちの行動をはっきり描くことで示そうという感じです。両監督が表現したかったことを知った上で広角機動隊 SAC-2045 を見ると、さらに作品が楽しめそうですね。ということで、広角機動隊 SAC-2045 の調査報告はいかがでしたか？私もこの知識をもとに広角機動隊 SAC-2045 をもう一度見てみようと思います。すでに広角機動隊 SAC-2045 を見ている方や、これから見るよって方は、
ぜひ考察も含めコメントやハッシュタグで語り合いましょう。広角機動隊 SAC2045 は Netflix で配信中なのでぜひ見てくださいね。それじゃあまたね。みんな忘れないで、あなたがネットにアクセスするとき N 子は必ずあなたのそばにいる。